いこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は DD プラス BA ハイブリッドモデル TRN ST7 です。これもマルチ BA モデルなんだ。やっぱり最近マルチ BA モデルが多い感じするね。そうね。でも数年前のハイブリッドモデルと違うのは ST7 は 2DD ってことよ。そっか。最近 2DD は当たり前だもんね。それにしても 2DD なのに BA も5機乗せたんだ。ライブがぎゅうぎゅうになりそう。ドライバーに関してはサウンドチェックの後に触れることにするよ。そうなのね。よろしく。パッケージ内容はこんな感じ。TRN Tips がワンペアバンドルされてるのはいいね。その他はまあ必要最小限ね。2DD プラス 5BA で4000円台つけてるショップが多いみたい。今回は Hi-Fi さんに送ってもらったから Hi-Fi さんの価格も載せておくけどちょっとお高めみたいだね。赤枠の部分ケーブルは Type-C 接続が選べるよ。2DD5BA の構成としては買いやすい価格設定ですね。気軽にマルチ BA モデルが試せますね。確かに安いなーって思ったわ。エントリーモデルのカテゴリーに入りますよね。入るねー。音質については後で触れるけど箱出し最初の主張で実はちょっとした驚きがあったんだよ。じゃあそこもまとめて後半でお願いします。外観は 1DD プラス 1BA の ST2 によく似ているようです。同じボディなのかしら。細長く見えるのがちょっと好みじゃなかったんですけど装着してみるとフィット感がすごくいいんです。耳の形は人によって様々だからあくまで個人的な感想ですけどね。ステム V 以外オール樹脂のボディは片側実測 5g と軽めでフィット感がいいのでさらに軽く感じます。縦が 25mm あるのでやっぱり実際少し長めですね。でもこの写真の通り収まりはとてもいいです。さて今度はイヤーチップの比較ね。2種類のバンドルのうちの1つが TRN Tips だからあえて白い方を使うこともないかなとは思うけど特性はちょっと違って白い方が超攻撃が若干強めに出るよね。サウンドチェックの収録は TRN Tips を使ったよ。次はマイイヤーチップを含めたグラフね。ST7 の特性からするとセドナイヤーフィットライトやセドナイヤーフィットオリジンあたりも良さそうね。次は他モデルとの波形比較で TRN ST5 です。サウンドチェックにも使用しました。これは同メーカーのマルチ BA モデルという理由で選んだんですよね。そう、発売は数年前になるけど 1DD プラス 4BA モデルで同じ TRN ST シリーズ全身堅牢そうな金属ボディの構成、結構人気の出たモデルだと思う。サウンドチェックの音調整の基準は ST7 でこの部分に特徴があるけど ST5 のこの帯域が引っ込む感じに聞こえるので差分を把握してもらえるんじゃないかな。ケーブルはバンドル品を使用ね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。¿Dónde están las mujeres solteras? Digo yo.
でした。ミミィちゃん、違いわかった。ボーカルや歪んだギターのフレーズで違いがよくわかったよ。そうね、あと低域の重さの違いあたりもね。どちらのモデルも3から6キロあたりの帯域をあまり強調せず、ST5 は 500Hz 以下を割と持った感じで低域が目立つ。ST7 は低域はそれほど強調していない波形に見えるけど、聞いてみるとしっかりしていてアタックがいいよね。そうだね。低域は ST7 の方が聞きやすいと感じたわ。2キロ付近の出方の差は聞いていただいた通り ST7 を音質調整の基準とし視線に聞こえるよう調整したため ST5 が引っ込んで聞こえたと思います。実機では ST7 の2キロ付近は結構強調されているけど、3から6キロあたりの帯域を落としていることでバランスが取れているようだわ。ST7 のドライバー構成は 2DD プラス 5BA。2つのダイナミックドライバーの口径は 10mm と 6mm で、10mm の方は振動板に LCP を使用している。それが縦に重ねて配置されてる。役割は 10mm が低域、6mm が中低域から中域になっているようだ。ドライバー重ねちゃっても大丈夫なの？後ろにいるのが低域用の 10mm で、低域はあまり方向性とか関係ないから問題ないんだと思うよ。へえ。5つの BA は中広域に50060を2機、広域用に30019を1機、超広域用にノズル内に3009号が2機の配置になっています。これが意外と細長いボディ内に密に詰まってて、音の出口から遠い方はかなり空いてるのも面白いね。やっぱり耳に近いところで完結させたいってことなんだろうね。だろうね。これは説明文をもとに各ドライバーの役割ってこんな感じかなーで割り振ったもの。あくまで目安ね。境界線はこんなにはっきりしていないだろうけどね。へえ、あんまりこういうのやったことないから面白いじゃん。そうかな、それならいいけど。あとは ST7 を聞いた印象ですね。そうだね。ナイス HCK、ディープスノーにリケーブルして聞いてみた。箱出し最初の主張ではあまり期待しないで聞いてみたんだけど、自然な響きと広がり感にちょっとした驚きを感じたんだよね。そうですね。自然な響きっていう表現、よくわかります。低域は硬質で、量感よりアタック感優先。量感が足りないとは思わなかったけど、タム系はちょっと迫力不足かな。中域はあまり絞らず、ドンシャリ感は薄め。中高域は大きなピークがあって特徴的。視聴より波形測定を先に行っていたら、苦手意識を持ちそうなカーブ。ボーカルやメロディーがうるさくない？そんな風には思わなかったな。しっかり前に出てくるけど、その上の帯域を絞っているので、うまく調整できてるなぁと思った。個人的にはこのカーブでも十分受け入れられたね。ただ、好みは分かれるだろうな。広域が足りない、抜けが悪い、なんてことはなかったですか？生粋の感触系サウンドと比較したら、やや丸めだとは思う。でも、ボーカルの刺さりも感じず、かといって、ウォーム系というほどでもないな。広域を出したいとは思わなかった。シンバル系はやや後方から聞こえるけど、存在感はある。全体的に自然な広がりを感じるやや優しめな響きで長時間聴いていたくなる質感だったね。レビュー前の先入観を見事に覆してくれるいいモデルだと思ったよ。5000円以下のモデルとしておすすめできそうですかね？私個人としては気に入った質感なのでありだと思うよ。ということで 2DD プラス 5BA のハイブリッドモデル TRN-ST7 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。